もうへこむだけへこんで、タクシーか。半年ですか。手術行ってきまーす。だる。新しいベルトね。悔しい。この期間楽しんでいろいろと吸収して。皆さんこんにちは、高橋ひろむです。いや、今日の試合で怪我しました。多分大胸筋断裂、こっち側。いや、だから今寝ようと思ったんだけど、もう痛くて寝れなくて、なんかもうとりあえずめちゃくちゃへこんで、もうへこむだけへこんで、いやもうさ、吹っ切れるしかないじゃん。一回首の骨折って、あんだけ欠場して、また欠場かよと。いやだからもう、吹っ切れます。もうなんか、全部取ってやろうかなと。なんか、怪我した心境だとか、怪我した人間の行動とか、なんかもうそういうの全部吐き出して動画にしてやろうかなと。もうこの際せっかく YouTube やってるんだから、もう動画にして出してやろうかなと。そう思ってます。いや、この動画が流れるかどうかはわからないけど、もし流れたらみんな、こいつ怪我してるのにこういうことやるのとか、いやお前怪我してんだからそういうのいいよ。やめろよ。休んどけよ。練習しろよ。みたいな、そういうのはもう一切受け付けません。もう絶対に受け付けません。もうそういうことより、もうなんか知ってもらいたい。なんかここまで来たら、もう知ってもらう。みんなに。なんかもう、見て。なんか、見てほしい。まあ、この動画が流れるかはわからないけど。ということで、明日、東京に帰ります。本当だったらね、なんか内藤さんみたいに試合前の挨拶、二人で挨拶したら面白いんじゃないかとかそういう風になんか思ったけど、いやなんかもう、ね、もう検査しないといけないからまず、とりあえず俺は明日、東京に帰ります。まあ、ね、今こう見せられないけど、まあこの辺、まあわかんない。もう、行ってみないとわかんないわ。とりあえず、また明日。皆さん、おはようございます。いややっちゃってから約半日が経って、きつい。朝起きるときついわ。痛さとかよりもさ、なんか、こうやっぱ決まってたさ、タイトルマッチだとかをさ、できないって辛いよね。カード変更しなきゃいけないとかさ、今回に限ってはさ、まあ、タッグのタイトルマッチもあったから、物産へ申し訳ないし。もうね、怪我しちゃった人間は何にもできないから、無力だよね。ため息しか出ないし、ため息吐いたところって何もできないしさ、もう、はぁはぁはぁ言ったところで、治るわけじゃないし。くそ、ムカつく。イライラする。何もできない。イライラしたところで何もできない。こっからどれぐらい欠場するかも、どんな症状なのかもまだ何もわかんないし、イライラしようもないし、でもイライラするし、よくわかんない状況。まあとりあえず今日、東京に帰って、MRI 取ってきます。本当に
まあプロレスラーに限らず、まあ怪我しちゃったらさ、おしまいだよ。何にもできない。ということで空港を迎えます。映ってくれるんですか？てかもう映るんだね。撮っていいですか？撮ってるんですけど。今内藤さんに病院まで送ってもらってます。内藤さんも怪我してるんですけど、すいません。タクシーかタクシーじゃないから。本当に笑えないやつなんです。すいません本当に。いやでも辛いですね。それ辛いよ。朝早くからタクシーさせられて。いやそういうわけじゃないんですよ。いやでも内藤さん優しいですね。そうやって、そうやって言ってくれて、こうやってまさか迎えに来てもらってちょっと一個怖い話があるんですよ。いやこれマジでちょっと怖い話で、スーパージュニア優勝してトロフィーを壊した後に怪我してるんですよ。前回もそうです。スーパージュニアトロフィーの呪い的なっていう風になんかちょっと思いました。なんか怖くないですか？すごくないですか？なんかすごいそれ感じたんですけど、次が楽しみだね次3回目スーパージュニア優勝したトロフィーもらった時どうなるのかっていう。いや俺もそしたらすっごい丁重に扱いますから。じゃあ今まで雑に扱ってた？いや扱ってないですよ。だから折ったの？いや違います。壊したの？この前なんで折れたんですか逆に。犯人やっぱり。いや違うんですよ。いや本当にでもちょっと怖いなと思いましたね。いや今こんななんか元気よく話してますけど、いやさっきカメラ回るまでもっとテンション高かったじゃん。高くないですよ。引くぐらい高かったよ。いやもう本当になんか申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいですよ。いや本当に言って申し訳ないっていうか、なんですかね。いや運が悪かったんですよ。なんかいやもう今回の怪我に関してはもう本当に運の悪さだな。別になんか攻撃食らってなんかやったわけじゃないですし。そうね。そんな感じで内藤さんに病院まで送ってもらってます。いつもありがとうございます。はい。MRI の画像で、はい。この左の大胸筋のこの付着部のところですかね、ここがやっぱり断裂してて、これは白いの血腫ですよね、内出血してる。本当に切れてる感じですか？そうですね。この辺だと。そうですね。はい。胸板が多分相当厚いので、はい。多分外からだと分かりづらいと思うんですけども、ちょっと見ていただいてもいいですか？痛みっていう痛みはそんなに感じないんですけど。はい。内出血すごい。もうちょっと内出血出てくると思いますよ、これから。確かに昨日よりか内出血出てます。そうですね、こっちの筋肉が棒でくっついてるところ切れてるんですよね。へこんじゃってるから、こう力入れするとこう、余計縮んじゃうから。はい。手術必要かどうかってすごくもうなんていうか個人の考え方なんですよね。はい。一つはこう見栄えだと思うんですよね。見栄えの左右差は多分手術しなくても問題と思うんですよね。あと力的にはこう多分抱き込むようなこういう力がちょっと入りにくくなる可能性があると思うんですよね。そうなんかそういうこうなんか抱き込むような力を入れると、こっちがくっついてないから、力が入りにくい感じが。ただこう抱き込む力ってそれだけではないので、他の筋肉もあるのでね、他の筋肉で代用するって考え方もあると思うんですよ。手術をしてその力の入りやすさっていうのはある程度戻ってくるものですか？力の入りやすさってやっぱ変わると思いますね。今なくなっている機能が、ある程度戻るわけです。手術を選択した場合って大体どのぐらいの目安で？やっぱ3ヶ月は多分基本的にトレーニングさせないと思うんですよね。だから戻ってくるのは半年ぐらいかかるんですよね。かかりますね。手
手術しなくても大丈夫なの？タコってる人もいると思いますよ。ってことですか？ただ多分これ時間経ってから手術とかやっぱ力入りにくいから手術だなっていうのはっていうのはできないってこと？うん痛いっていう感覚はないです。なんかそのたまにボコってなるのがすごい違和感があるっていうだけで。そうですか。自分の技を相手にかけるっていうところで、それが左って基本的に引き手っていうかさ、柔道とかだったら引き手になるから、いやそれが落ちた時に自分の技がしっかりできるとか、難しいですね。まあ最終的にそこかなとは思う。その自分の技がしっかり精度を落とさずできるかどうか。切れてるのはだから完全に切れてるから、はい。その自然に治るってことじゃなくて、他の筋肉で代用するのか、ちゃんと縫って治すかの2択だと思うんですよね。そういうことですね。手術をした場合、半年ぐらいはかかると思いますね。いやー急いでやっちゃえば、多分また切れると思いますよ、どうせ。やるだけやってるそういうことですね。ぶり返してしまう。いやー、難しいですね。半年ですか。まあ3月4、5いやー、半年か。秋だね、9月。いやー、きついですね。言い方変えれば下半期は間に合うかな。いやー、ちょっとこの決断ってどれぐらい？で急いで必要ないと思うけど、ただまあ、やるんだったら1ヶ月後にやるよりはもう2、3週目にした方がいいかなって気がしますね。どんどん縮んでったんですよ。筋肉の立ち肉に入ってっちゃうから。うわー、難しいですね、ちょっと。頭真っ白ですね。そうですよね、気がする。いや、意外とちょっと想像よりかだったので。ちなみになんですけど、次試合があるの25日になるんですよ。25日に試合っていうのは確実にできないです。なんかそれはもう自分次第な感じ。いやいや、だからそれこそ自分次第でいいよ。ああ、もうそういうことだなんです。からそれも、多分これがこう自然に伸びてきなることないから、はい。もう、このまま使うかどうかだから。そういうことですね。うん。はあ。うわ、そんな決断だと思わなかったですね。いやー、25日できるんですか？まあできなくはないと思うけど。うわ、本当ですか？うわ、そういうふうに言われてしまうときついですね。まあでも逆に変に引っ込んじゃうと、はい。まあ見づらくなるし、まあ多分見えなくはないけど、今強い力を大胸筋使うと収縮しちゃってるけど戻んないから。はい。できる気がしてきました。うわ、どうしたらいいんですかね。いや、わかんないです。いや、辛いですね。この決断はできないな。何が正解かわかんないです。でまたこの先やるっていうこともあるから、はい中でまあ一番いい決断。もちろん一般人だったら多分もうやらないんですよ。正直一般人だと。手術をあ、そういうことです。そうする必要がない。そうだから本当に運動選手の場合にまあやっぱりその他のスポーツ選手とかでもやっぱりやってる人はやっぱりいるし、まあしっかり悩んだ方がいいと思う。2、3週間以内に。いやまあでも別にまあやるんだったらやっぱり1週間10日ぐらいで決めてあーやったのが週末だからはい19、20、19か。 19ですね。19ですね。逆にこれでもし1ヶ月ぐらい欠場して復帰するって言っても別に特に今と症状は何も変わりない、あれがちょっと引いてるぐらいまあそうだねな感じってことですよね。はい流れますそれか手術するかもそう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 どっちかっていうことですよ。いやー、で、あとはこれトレーナーの意見になっちゃうんだけど、はい今から半年ってすっげえ遠いなって思うけど、前の首と違って今回やることがたくさん目白押しだからやっちゃったらやっちゃったであっという間、あ、もう復帰だよ、どうしようどうしようってなる。前回の首は何も逆にしちゃいけない、できない状態だからいつ告げるか分からなかもうったですね。出口がどこだか分かんない状態で待つしかなかったんだけど、今回はもうやることが決まってるから、手術して安静期間取ってリハビリしてで復帰のためのトレーニングしてってやったら実
実際は半年って結構もうあっという間なんで。ただこの決断は難しいです。いずれにしてもできるから、それはまあ、しっかり悩んだ方、はいいずれにしてもできるから、そんな中で、しっかり決めましょう。わかりました。はい。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。2月19日の試合で大胸筋完全断裂という怪我をしました。怪我も実力のうちだと分かっています。一つだけ改めて言わせてください。俺の夢は IWGP ジュニアヘビー級王座を巻いたままジュニアとしてIWGP ヘビー級のベルトを巻きゴールデンタイムで試合をすること、そして東京ドームのメインイベントで IWGP ジュニアヘビー級選手権をやることだ。その夢を叶えるために手術をするという決断をしました。新日本プロレスのレスラーになれたこの一回きりの人生、俺は後悔したくないんです。だからジュニアのためにこのベルトを返上します。入院初日、景色いいわ。めっちゃ景色いい。無駄に景色がいいな。入院初日で今ご飯来ましたよ。いやつらきつねえ、本当に悲しくなるね。スパゲティ来ました。いやね、ちょっとなんで怪我したかってさ、なんか不思議なんだよね。だってさ、もう今まで何百回何千回ってやったことある、まあ、練習生から含めてね、この練習生から含めたらキャリア12年13年ぐらいある中で、多分何百回何千回ってやってきた、まあ、ブレンバスター、相手が上げようとしてきたから、それをこらえただけ、こらえた瞬間にバチン。一本だったら分かるよ。その大胸筋ってこうなんか3つこうつながってて、1本切れても同じ断裂っていう診断だから、1本だったら分かる。3本切れるっていう。ただブレンバスターをこらえました。その瞬間にバチンっていう音がして、うわ、やっちゃった、肩脱臼したかもで、なんか最初はなんか肩の方に違和感があったから、うわ、肩やったか、肩脱臼かみたいな、肩外れたのかみたいな、そういうふうに思ったら、まさか大胸筋断裂ですって言われて、うわマジかと。でも全く正直痛みがなかったから、あ、なんかできるなと思って、そしたらまさかの大胸筋全部切れてますねと。これ自重で切ったんですか、すごいですね的な。まさかそんなようなことになると思わなかったからね。いや俺びっくりだよ。だってブレンバスターこらえただけで大胸筋切れるって、俺そんなに
力入れたのかなと。てかそれぐらい力入れただけで切れるって本当にそうなるべくしてなったんだなと。なんかそういう運命だったんだなっていう、なんかデスティーノを感じるよね。まあ全然笑えないんだけどね。いただきます。だからなんか不思議だよね。なんか本当にプロレスって何があるか分かんないなと。本当に常に日頃から言ってたけど、プロレスは危険だと、危ないスポーツだけど、もちろん俺が首の骨を折った時もそういう覚悟をしてたし、でもやっぱいざやってしまうとね、覚悟はしてたけど覚悟できてなかったみたいな。だから今回のもそうだよね。なんかもういつどこで怪我するか分かんないけど、いざやってしまうと、覚悟できてなかったなと。なんだかんだ言ってさ、怪我する覚悟なんて誰もできてないんだよね、実際。なんかそれが今回よく分かったなと改めて思ったよね。で改めて危ないと思ったし、でもその思ったこととか覚悟とかって多分復帰して何試合かやったら忘れちゃうんだよね。だって今回のことなんて防げないし、本当運が悪かったというか、でこれを運を悪いと思ってしまったら運が悪い方に行っちゃうから、これをねうまいことプラスに考えて、逆にこれがあったからこれが生まれたみたいなことを自分から掴みに行かないと、本当にただ怪我した運の悪い男になっちゃうから、それだけは避けたい。そんな風に思う入院初日でございます。また入院生活2日目の夕飯。いや大阪城悔しすぎるわ、マジで悔しい。いやなんかね、もう悔しいっていう言葉しかない。悔しすぎてご飯喉通んないわこれ。悔しい。ため息ばっかでやだな。つらって言っちゃった。なんか首折った時よりも今回の方がきついわ。なんか痛みを感じないから、なんかでもこの状態でリングに上がったところで負けてたと思うし、なんか複雑。前向きです。たった今から前向きです。でもなんか改めてリングで戦ってる選手を応援できるって当たり前じゃないし、そして応援されてるこっちも当たり前じゃないんだなってなんか改めて感じたわ。なんか毎回感じてるんだけどふらった時に忘れちゃうから、
俺がプロレスを応援するっていうのもありなんじゃないかなと前向きに考えてるところですよ今。だってこのね半年ぐらい、復帰までに半年ぐらいある中で、じゃあ何もしないで黙ってるっていうのはもうなんかちょっと違うなと。俺らしくもないし、だったら俺もこのプロレス界を外から応援できるんじゃないかと、声援を送れるんじゃないかと。そして俺が戻った時にプロレス界がこうさらにいい世界になってるように、なんか少しでも手伝えるんじゃないかなと。俺がプロレスを応援すると、なんかよし、スーパー前向き欠場、スーパー前向き欠場でございます。そしてとりあえず明日の手術、手術約10何時間前のひろめちゃんでした。じゃあご飯食べます。悔しいけど仕方ない。みんな、これが手術直前の男の顔さ。緊張するよね、手術って緊張するよね。これは慣れないですよね。この緊張感、ドキドキたまりません。怖い。手術行ってきまーす。なんとか無事に手術を終えました。いやー、全身麻酔というか手術の後だからまぶたが勝手に押してくる現象、これがあるあるなのか何なのかはわからないけど眠いわ。とりあえず無事に成功しました。本当に先生ありがとう。眠い。本当にね、普通が一番。おやすみなさい。お茶飲みたいけどさやっぱダメだよねこのパンツこれさすがに歩くわけにいかないよね。ほら見て見てパンツやっぱりね、パンツで歩くのはちょっとやばいかなと思ってさ、なんか俺というより新日本プロレスに傷がついてしまうかなと思って紳士的だよね。ちょっと看護師さんの人にお願いしてお茶手に入れました。ありがとうございます。おはようございます。いやーきつい。なんかきつい。だるい。やっぱ全身麻酔終わりとかだと、あとなんか痛み止めとか打った後だとなんかこう熱が出るらしくて、今熱出てるんだけどきついね、熱出るって。まあなんか風邪みたいなっていうよりかは本当になんか倦怠感みたいな、あれで熱出てて、いや腕も痛いしで、この胸から腕にかけてこう固定されて痛いしだるいし最悪で、今こうやってベッド起こしてるけど別にこのまま寝てるわけじゃなくて、
今このベッドを起こしてる状態が一番楽っていうだけです。いやしんど。まあでも俺このベッドをこうやって起こして寝るの慣れてるからさ、またみんな知らないと思うけど、首折った3ヶ月間はハーバーベストっていうのをつけてずっともうこの座った状態、本当にこのままの状態でずっと寝てたから3ヶ月間だから、まあ1日2日3日なんて全然もう何とも思わない。別にこのまま寝てもね。まあでも今回はこのまま寝ないで倒せて寝れるからまだいいけどね、それはきついよ。っていうか眠い。全然なんか寝たようで寝てないから眠いです。そんな何日目4日目です。バイバイ。皆さんおはようございます。ダリル出してなかったよね、ずっと。なんと規則正しい生活をしてるうちに朝4時に目が覚めてしまいました。それはね、夜の9時消灯でもう9時に寝てみようかなと思って9時に寝たら、それ4時に起きるわな。ということで結構もういい感じに痛みも少なくなってきたので、なんかもう撮らなくていいかな。なんか病室の映像、このなんか映像ばっかでなんか動画撮ってもなんか別に面白くないしね。まあとりあえずなんか毎日の経過報告はちょっとしたいなと思って撮ってたけど、まあもう多分大丈夫かなと。痛みに関してすごい分かりやすいのか分かりにくいのか分からないけど、多分トレーニングしてる人だったらすごい分かりやすいと思うのさ。本当に 2,3 キロのダンベルをこのスマホをこうやって持ってるような状態にずっとしてる筋肉的な痛み、 2,3 キロのこのこうやってダンベルをこうやって上げ下げしてずっとこのままキープしてると筋肉が痛くなるわけさ。効いてる、今筋肉効いてるっていう感じの痛みがずっと続いてるっていう痛さ。痛いでしょ。痛み伝わるよね、それ。痛いのさ、地味に痛いっていう痛みプラス傷口の痛みで、まあそれはでも本当にこの2日ぐらいで結構取れてきたからよかったなと思って、だからもう退院しようかなって思ってるんで、多分まあもう経過報告は多分もう次退院の時かな。それではまた。さあ今旗揚げ記念日を見終わりました。悔しい。もう悔しすぎて悔しいって言い疲れたよね。すごかった。素晴らしい。あと新しいベルトね。まあいろんな意見あると思うし、あるのは当たり前だしさ。俺だって実際発表されたの見て、うわーショックだよーって一瞬思ったし、まあ今俺たちの現役のうちはもしかしたら理解されないのかもしれないし、まあ意外と次のシリーズ始まったらもう馴染んじゃってるかもしれないしね。 IWGP 世界ヘビー級王座、まあ、新日本の歴史が長いように見えてたったのまだ50年だからね。その中で IWGP ってもっと短いんだから。
から50年だよ。これから100年500年1000年と続くであろう、続かせなくちゃいけない歴史の1ページ、2ページぐらいの出来事であって、IWGP 世界ヘビー級がこの先50年100年経てば、そういえば IWGP ヘビー級ってインターコンチネンタルさんありましたよね、そういうの二冠王なんていうのもありましたよねって、多分そういう感じになってるんだよ。ということで100年後200年後いや1000年後の後輩の皆さん頼んだよ。はい、いろいろと言ったけど、つまり何が言いたいかって、すごく悔しいってこと。俺もリングに立ちたかったなと。 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとして戦いたかったよね。いろいろなんやかんや言ってきましたけど、来年の50周年大会はやりましょう、内藤さん。ついに今日退院します。鼻の泣きでよかった。いやついに退院するわ。よかった。とりあえず一安心。痛みももう引いたし、ちょっとまだ腫れはあるし、とりあえずこのまま3週間ぐらい動かせないから、何もできないんだけど、なんか先生にもみんな頑張ってる中、なんか俺だけ休んでとか、なんかそういう後ろ向きなことを考えずにポジティブにいてくれと、なんかそれがやっぱ治るのに一番早い方法だからと、言ってくれたので、もうなんか逆に楽しみしかないでしょ。できる限りのことを楽しんでやろうかなと。この期間楽しんでいろいろと吸収して、それをリングで出すとね。なんかそういう風な考えの方がいいなと俺も思ったから、そうするわ。じゃあ楽しみます。